家好，我是樱花米博士。皆さんこんにちは。今回は渡航当日についてご紹介したいと思います。今後中国渡航する方々のお役に立てれば嬉しいです。今回中国渡航にするあたりかかったのが50万強ぐらいかかりました。北京での隔離施設の費用が約10万円しました。私の場合は学生なのでまだ大学のホテルに行って隔離もあったので、そちらの分の料金もかかっています。なのでトータル合わせて50万強ぐらいはかかったと思います。当初中国北京行きの航空券があまりにも高くて、一時期韓国乗り継ぎを選択しようかなと考えていましたが、差額が10万円しかなくって、時間と体力のことを考えたら私はやっぱり直行便を選択しました。私のスーツケースが全部合わせて4つと手持ちのカバンが1つあったので、改めて今思うと直行便で良かったなと思っています。今回の渡航がちょうど国葬の日と重なってしまって、私のいるところが交通規制がかなりかかる場所にあったので、私は約5時間前ぐらいには成田空港に着いていました。中国渡航する方々はいろいろな手続きもあるかと思いますので、なるべく早めに空港に着くことをお勧めします。空港に着いた時にはすでにショップも開いていましたので、時間を持て余すということはありませんでした。渡航前日までにやっておいた方がいいこととしては、 PCR 検査の健康コード申請は必ずすること、関税健康申告をしておくことです。できれば PCR 検査証明はスクショしておいて、で両方のコードが出てきたらそれもスクショしておきましょう。ちなみに両方のアプリとも英語版がありますので、中国語できない方も安心してできます。またスーツケースも事前に空港に送れるのであれば送った方がいいと思います。かなりストレス軽減されると思います。出国後はスーツケースに入らなかった分のお土産や自分用のプレゼントを免税店で買いました。成田空港第一ターミナルはセブンイレブンがあるので、隔離中の食料を買うことができます。私もここでは牛乳やおにぎりなど必要なものを買ってきました。買い物が終わったらアナのラウンジで軽くお食事を済ませました。中国渡航の機内では基本的に食事がなく、飲み物提供も中止になっているので、ここでビールをいただきました。私はワクチン接種をしていないので、コロナ期間中海外渡航することはできませんでした。アナのラウンジのお食事を紹介したいと思います。こちらがアナのラウンジのお食事になります。おにぎりは梅とツナマヨ、あとお稲荷さんがありました。アナのオーダーシステムというのがあるんですけれども、ここで注文するとうどんとかそばとかが出てくるんですけれども、ちょっとこの日は時間がなかったので利用していません。アナのカレーはやはり人気があるみたいで、私の周りにいた人もカレーライスを食べてました。具材が結構多くてゴロゴロっと入ってる感じでした。出国前に最後の生ビールをいただきます。やはり生ビールと缶ビールは味も違うので、ここで最後の生ビールをいただきました。成田空港のラウンジですと、アナ以外にも大韓航空のラウンジにも行ったことあるんですけれども、大韓航空の方はですね、お酒が種類が多くて結構いいものがありました。お食事以外にもこちらのラウンジはシャワールームもありました。機内で配られた食事を見てみたいと思います。まずウェットティッシュ、そしてお水、あとこちらはなんか甘いパンみたいな感じですね。それと普通のパンが1個で、あとお菓子で、最後にみかん
中国着陸後に必ずつけなくてはいけないマスクがこちらです。 N95 マスクです。北京の隔離施設に冷蔵庫があるかどうかが分からなかったのであまり買わなくて、牛乳を2つだけ、あとおにぎり3つ買いました。でこちらが私の好きなお菓子を詰めたお菓子袋です。いろんなお菓子が入ってます。隔離中に頑張ろうと思います。中国時間5時45分に着陸しました。Amazon で SIM カードを購入したのですが、こちらの SIM カードがなぜか作動せず、 SIM カードが使えない状態なのでちょっと連絡も取れない状態になっていて、この時は結構焦っていました。こちらは北京オリンピックのビンドゥンドゥンですね。とても可愛いです。今からまず QR コードを取りに行きます。取りに行った後に抗原検査 PCR 検査をして、その後荷物を取ってでバスに乗って隔離施設に行くという一連の流れがありました。まずは最初ここで QR コードをいただきました。 QR コードは荷物を受け取るまで使うので必ず手元に持っておきましょう。QR コードをもらったら次は PCR 検査になります。でここからが撮影禁止なので撮ってませんが、とてもスムーズに行けました。並ぶことはありませんでした。入国手続きを終え、今からスーツケースを取りに行きます。手続き等は全てスムーズに終えることができました。コロナ対策もしっかりしている上で待たせることもなくスムーズにできているのは本当にすごいなと改めて思いました。こちらはビンドゥンドゥンですね。荷物無事全て取ることができました。一人で4つスーツケース運ぶのは大変だったのですが、私の周りにいた方々が優しくて手伝ってくださって無事バスに乗ることができました。こちらがバス内ですね。3号車に乗りました。席の前方にそれぞれ QR コードがあるんですけれども、こちらの QR コードを読み取ってチェックインにするにあたって必要な、情報を記入していきます。当時私の SIM カードがなぜか使えなくて、なので電話番号も使えない状態だったので記入できなかったんですけれども、隣の方が貸してくれて、なので無事使えるようになりました。なのでちょっと中国について電話番号が使えないとかなり不便だと思うので、事前に電話番号ありの SIM カードを買うことをお勧めします。私は稀なんですけれども Amazon で買った SIM カードがなぜか使えなくて、また隔離施設に戻ってからそちらの SIM カードの方と連絡したらちょっと問題があったので、今は使えるようになりました。隔離施設行きのバスが3つあったんですけれども、こちらでその前方と後方に警察の車があって、こういうふうに誘導されてます。私たちが向かっている隔離施設なんですけれども、北京の郊外にあるみたいでかなり遠いです。今回宿泊する隔離施設なのですが、ホテルではなく日本でいわゆるマンションみたいなところに隔離します。なかなか中国でマンション暮らしというのは体験することができないので、今回の10日間はとてもいい機会だなと思います。私の隔離のスケジュールなんですけれども、まずここで10日間隔離して、その後4日間大学内のホテルに宿泊します。その後寮で7日間滞在して、それで自由になれます。現時点で中国政府の政策としましては 7+3 の10日間隔離する必要がありますが、私たち学生の場合ですと基本的に大学の政策に従わなくてはいけません。隔離施設に到着しました。スーツケースはよく消毒液をかけられてしまうので、今回の渡航は革物のスーツケースは避けた方がいいかなと思いました。中国渡航について知りたいことや聞きたいことなどがあればコメント欄にメッセージをいただければと思います。それでは10日間お世話になるお部屋をご紹介したいと思います。部屋の間取りとしては 2LDK になります。でこちらにいろんな物資が揃えられていますが、こちらはまた別の動画でご紹介させていただければと思います。
こちらがバスルームになります。キッチンはあるんですけれどもロックされているので使えないようになっております。こちらがベッドルームになります。で、隣にもう一つ部屋があります。それでは今回の動画はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。谢谢大家。再见。